このままでこのままでこのままでストーン、この位置で足場でストーンと入ると、これは今日はですね、ちょっと三日月蹴りを使ってその技のなんですかな、仕組みだとか理論だとか理合ですねを使っていろんな技に応用してみようと。わかりました。はい、やります。お願いします。はい、よろしくお願いします。三日月蹴りの稽古ですね。三日月蹴りを使って稽古する。例えばですね、はい。どうしたらいいかな。はい、相手が前蹴りできます。ね、前蹴り、バーンと後ろで蹴って、後ろで、蹴ってバーン、こうきますね。で、三日月蹴りってどうしてもこう回って蹴るじゃないですか。回して三日月蹴りにこう蹴るわけですから、型で言えばね。それで前蹴りに対してでも実際前蹴りはまっすぐ蹴ってくるわけじゃないですか、こっちは半円を通ってるわけじゃないですか。どっちが速いですか。まっすぐ速いです。ですよね。普通間に合わないですよね。はい。そこに面白みがあるんですよ。例えば、前蹴り蹴るときは軸足にしっかり乗って今、乗って蹴ってますよね。バーンと軸足に乗ってしっかり蹴ってます。これは威力ありますよね。で、僕が三日月蹴るときに同じように前足に重心を移したらこれ絶対間に合わないです。なるほど。ですよね。これましたら間に合わないわけです。ですから軸足に乗らないで反対軸足を浮かすようなイメージ。軸足に乗って重心移動がしている間にもう間に合わないんで、重心移動を起こさないでこの場で蹴る蹴るスッと蹴る、ゆっくりやるとですね。例えば悪い例でやると、重心が前に移ってるともうここでなるほど。食らってるわけですよ。もう一回いきますね。ここにある重心がとも食らうわけですよ。ですから重心は前に移さないで、なんで僕の感覚だと前の足の裏をこう浮かすようなイメージで、ふっと浮かすようなイメージで、それでその瞬間にここでストーンとやると、これは早くそのまま蹴りが先に行くことできますので。型の中ではどんな感じで出てくるんでしょうか。平安型にも出てきますし、いろんな型でも出てきますよね。じゃあ平安五段です。これも三日月蹴りなんだ。そうです。これが三日月蹴りですね。型の中に出てくる。なるほどね。もう一度、ね、これがストーン、ストーン。はい。それが例えば今言ったように重心を移さずにやれば間に合うわけですよね。でこれを例えば足払い、よく組手でも足払いやる人多いですけども、大体みんな足払いやろうとするとカウンター取られてるんですよ。カウンターをちょっと足払い来て、もうこの瞬間入られちゃうんですよ。なるほど。ね、ここからもう足払い来た瞬間バーンあるいは上和段も一緒、足払い来た瞬間にスポーン、ここで入られちゃうんですよ。っていうのはさっき言ったように重心を前に移して、重心を前に移して、もうここでやっぱ取られちゃうんですよ、カウンターを。なるほど。はい。自分では一番いい前だと思ってるんですよ。ね、感覚的に一番いい前だなと思って。でもここで重心が前に移るからカウンター取られちゃう。ですからさっきやった例えば前蹴り来てここでストーン、この感覚で足払いがストーンと入るとこれは速いんですよね。もう一度いきますよ。重心移動させるとカウンター取られる。はい。ね、ここでストーン。はい。ですからさっきの三日月蹴りと同じように重心をこう前に移さない。で牽制でもいいんですよ。例えばここでストンストンと入ってくるわけですから。これ重心移すと分かっちゃうんですよ。でもこの上半身も何も変わらない。足だけはストンとくる。ね、ストンとくる。でストンと。最近全然蹴りやってないとか言ってましたけど、すごいキレがいいですね。そうですか。ね、なんかこう。一応プロですから。いやすいません、失礼しました。やっぱなんかすごいなと思いましたね。ですから例えば効かすような、ね、
足払いでこう効かすようなストーンってこう足払いもできますし、今みたいに相手が来る、止めて蹴るっていうこともできるわけですよ。相手が前にこうとしたらこう止めてそこで蹴ってる。うわー、こんなことできんだ。そこで効かなくても相手嫌なんですよね。組手の時にこう動きながらストーンってやってると嫌なんですよね、すごく。野川先生、これは日本空手協会の試合とかではこれ OK なんですか？もう今自稽古でしょっちゅう使いますよね。あ、自稽古でも自稽古でしょっちゅう使う。相手が来る瞬間パッと押さえて。いや危ないな叩くこれ。怖い。もう一回言いますとね、効かせるような崩すような足払いもできますし、相手をこう抑えるような足払い、あるいはこれからフェントからの蹴りにつながることができますから。でこれがさっき言ったように前に重心が移るともうこれはカウンター取られますから。ものすごくこれ多いんですよ、試合見てても組見てみててもですね。シーソーがあるじゃないですか。でこっち落ちるじゃないですか。その落ちた時の勢いで蹴ってるようなイメージなんですよ。昔の文献なんか読むと蹴りっていうのは遠間で蹴るんじゃないと書いてありましたね、昔ね。で掴まれたら蹴る、掴んだら蹴るみたいな、まあ近いじゃないですか。例えばこういうとこで蹴ろうとした時にやっぱり重心前の人で蹴れないですよね。だから浮かすようなイメージでソーンで蹴れば、これがね重心前に行っちゃうともうここで相手入ってこられちゃう。だからやっぱどこでも蹴れないといけないと思うんですね。そのためのこの三日月蹴りの使い方っていうこの感覚、それあるいは構えてこれもできるわけですよ。うわね、ゆっくりいきますよ、ゆっくりね。これやっぱ前行くとカウンター捉える。で前の手が嫌ださ、あるいはこっちからでも逆回しで反対側からこっち側からでストーン。これでもやっぱり重心を残してるから逆に速いんですかね？速いですし、相手からやっぱ反応遅れるんですよね。これもやっぱりこうどっちか見て、ね、重心が前に行ったり、予備動作があると分かる。分かりますね。ただもうこのままでおお、なるほど。相手の反応遅れますね。確かにこれは相手怖いですね。嫌なんですよ、すごくいやらしい。でこれも足払いも例えばここの時もありますし、膝の時もありますしね、こういうとことかこういうとことかいろいろ応用範囲が広がってくると思うんです。例えばね、ここでストーンバーンと少し遅れます、ね、あるいはストーンこっちのいいわけですよ。だから三日月寄りのリアイを使って足払いに変化させたりフェントに変化させたりの時に使えるようにですね。これ素朴な疑問ですけど、今みたいにあんな足元をスパンと蹴られるのって受け方とかかわし方ってあるんですか？やっぱり逆に半歩下がるとか足上げるとかですから、重心を移動させちゃうと相手下がっちゃったり前に来たりって分かっちゃうわけですよ。なるほどね。ね、ここでどうしても前にうーんと行ったり下がったり、あるいは前にうってこられたりする。でこの三日月蹴りが簡単にこうできてくれば、ね、これができてくればこっちからも蹴れるんです。反対からもこっちも入る、こっちも入るで、こっちさあこれ嫌だよね。筋的の近くってものすごい嫌なんで、ただこれをどうやってつなげるかですよね。はい、このままじゃなくてこれをどうつなげていくか、次の動きに。でもこれからその顔面への突きがあるわけですもんね。そうですね。はい。だから要は重心の操作ですよね。そこが難しい。例えば半月なんかもこうあるんですけどね、ここから三日月するわけですけど、これも重心は前に移さないんですよ。この位置でスッとこう入るわけです。はい。ここから重心を前に移さない、この位置のままスッと。今のこの流れを聞いた上で見ると、はあ、なるほど、はい、だから肩の利合いがその組手に使えるように、はい、
すごい説得力。はい。ちょっとやってみますか。悪い例といい例で2人で。じゃあ石橋さんこう構えてもらってて、じゃあのいちゃんがこう足払いをわざとこう重心を前に、でそれを石橋さんが手パッと出すだけで、右手でいいです、右手で、これをパッと出す、どっちもいいですよってなりますよね。はいはい。大体このパターンが多いです。このパターンが危ないんですよ。重心を前に、自分でもここで一番いい前だと思ってるんですよね。でもそこからやっぱ重心がふっと前に来るんで、もう一度、そうですね。でそれを今度重心を動かさないで上半身も、でその時反対にこっち上げる感じ、こっちのこの足裏を少しふっと上げるイメージ。でもその時にこれがこう下がると、こう下がるから、もうこのままでそれやってみよう、もう一回、ちょっと浮かすイメージで、でポーンと、もうちょい遠くやな、そのぐらい、そう全然無理じゃん。悪い例で、これはなんかわかるね。これはこうなんか受けられそう。はい。しかもこう顔を見てたらもうこれ反応できないわ、確かに。帯から上こう構え崩さないのと、この予備動作出さないのと、足だけ走らせるっていう。それを前の手に応用したり、前の手払ったり、やってみ？悪い例やると、そういい例、今のいい例、今のよかったです。ね、まだそれ悪い例ね。もう一回。それだと分かりますよね。逆突きなんかでパッと合わせちゃう。だからこれ以上前行かないイメージでこう変えずに、この例えばこれができてればこっちも見えない全然見えない。うわすごい。これがそのまま筋力入ってってもいいわけですよ。今ここでこう出てます。これが筋力も入るんです。滑らせれば筋力入るんで、当たって滑らせれば、当たんなくたって相手嫌ですから、ものすごく筋力になる。これは怖いな。気が浮くんで重心も浮いてきちゃうんですよ。そういう意味では使えますよね。型のまま使えないとしても、まだまだ研究余地はありますよね。例えば型でもこの手が動くと体回るじゃないですか。こう回っちゃうわけですよ。だから動くとみんな体が回っちゃうんですよ。ですから僕らがやってるのはこの横の正中線、縦じゃね、この横の正中線がそのまま縦の正中線にこう変化すると。でこの時にスルッと来てると。まっすぐなんですよ。そうすると体回ってないんで。だから今のも、構えてこれ払うとして体が回るとやっぱりですからこの正中線を置いといてで払う。肩とやっぱり一緒ですよね。肩の利合いがそのまま首で使えるかどうかっていう。三日月蹴りを稽古するじゃん。三日月蹴りで稽古する。そういうことですね。その利合いを使ってその応用範囲を広げていくっていうイメージですよね。そのための研究だっていうことで、自分の型の中でさっきのこう研究してて、これどうやって使えるかなと思って。だから型の中の動きでしょっていう感じしますね。そうですね。あとやっぱ組み手なんか見てると足払いの時にやっぱりカウンター取られたり、あとローキックの時やっぱりカウンター取られたりしてますよね。ですね。キックでもやっぱあの時重心が前に出るとやっぱり取られちゃうんだなっていうものすごい単純なんですけど、この単純の中にこの深さが入ってるので。ただこれ前切れまっすぐに対して本当にこれだったら遅いですしね。回したら遅いし、重心が前に来たら遅いです。本当にストーンで筋的に。これ
前もハイキックガールでやりましたよね、これは。ですね。はい。あ、やってたやってた。ハイキックガールだったのはこう崩してストーンでこの筋的に入ってる。あ、やってましたね。はい。でその頃からもうだから無意識でやってたんですよね。こう理論化はしてなかったんですけど。確かに。はい。構えてやっぱこの前の手ね、こっちに来るのかこっちに来るのかこっちこれはすごいな。やだよね。なんか何も手出せなくなりますよね。なんか。それでね、こうストーンストーンストーンとこうやると分かりにくいね。まあ稽古していきましょう。これも三日月蹴り。でも中先生こればっかりはでしょ、いつもやってるじゃないですかって言われてわけにはいかないですよ。そうですね。普段はやってないですよね。これやってないですね。これやってないです。これ痛いんでですね。ね。